皆さん、こんにちは。今日のほっこりトピックス5000、一気見です。最新トピックスの奥にある人柄、支えた人たちの思い、そして思わず、この人、応援したいなと感じる小さな物語を見つめていきます。エンタメ、スポーツ、音楽から5つの話題。本当に見たいのは、その人の温かさです。ほっこりする瞬間を一緒に見ていきましょう。一つ目、大坂なおみさん、負けても前を向けた言葉。最初は、テニスの大坂なおみさんです。全仏オープン、女子シングルス4回戦で、世界ランキング1位のアリーナ選手に敗れた後、注目されたのは、勝敗そのものよりも、その受け止め方でした。以前なら、負けた自分を強く責めて、心を閉ざしてしまったかもしれない。でも今は、少し違う。悔しさはある。でも、それが人生のすべてではない。そんな落ち着いた言葉に、多くの人が変わったな、強くなったなと感じました。大坂さんは、出産、休養、メンタル不調を乗り越えた今、苦しさも知り、母になり、またコートに戻ってきた人です。だからこそ、今回のニュースは、負けたニュースではありません。つまずいても、自分を責めすぎず、また前を向く。人生は、勝った日だけが美しいわけではないということを、その姿で、私たちにもそっと教えてくれました。二つ目、YOSHIKIさん、世界が称えた、支える音楽。続いては、YOSHIKIさんです。YOSHIKIさんが、アメリカのエンターテインメント界、最高栄誉の賞を受賞しました。アメリカのエンターテインメント業界を支える歴史ある慈善団体、エンターテインメントコミュニティファンドから、同団体の最高栄誉であるメダル・オブ・オナーを受賞することが報じられました。日本人アーティストとして初の受賞です。もちろん、YOSHIKIさんといえば、x ジャパン、ピアノ、ドラム、世界のステージ。でも、見つめたいのは、そこだけではありません。災害支援、困っている人への寄付、そして、アーティストやエンタメを支える姿勢、華やかな照明の向こうで、誰かの痛みに静かに手を伸ばしてきたこと。音楽は、ただ聴くものではなく、人の心を支えるもの。自分だけが高い場所に行くことではなく、誰かをそっと引き上げること。天国へと旅立った3人のメンバーと共に歩み続け、度重なる試練や自身の体の痛みを抱えながらも、一人でも多くの人に笑顔を届けたいと、その手から紡がれる音楽は、これからも時代を超えて、人々の心の中で生き続け、世界を温かい光で照らしていくことでしょう。そんなYOSHIKIさんの歩みは、まさにほっこりする世界的快挙です。三つ目、森保監督。日本代表に込めた信じる力。三つ目は、サッカー日本代表、森保一監督です。ワールドカップを前に、日本代表への期待が高まる中、森保監督の考え方や、選手選考、グループステージの戦い方、そしてその先を見据えた構想に、改めて注目が集まっています。強い相手に勝つこと、世界で結果を出すこと。もちろん、それは大きな目標です。でも森保監督の魅力は、勝ち負けだけを語らないところにあります。選ばれた選手を信じる。そして、選ばれなかった選手の思いも背負う。チームの中心にあるのは、派手な言葉ではなく、一人一人を大切に見る眼差しです。日本代表が強くなった背景には、技術や戦術だけでなく、こうした人を信じる空気もあるのかもしれません。世界へ挑むチームの中にある静かな優しさ。ここが一番見たいところです。四つ目、サスケ。日本の挑戦がオリンピックへつながる。四つ目は、あのサスケです。長年、日本のお茶の間で親しまれてきた挑戦番組、サスケ。その要素が、2028年、ロサンゼルス五輪の近代5種で採用される新種目に関わっていくことが話題になっています。TBS が協力し、サスケの世界観が
オリンピックの新しい競技へつながっていく流れです。2026年5月に IOC の e スポーツ専門委員会が活動を休止し、e スポーツの五輪採用議論が後退する一方で、すでに採用が決まっているサスケに改めて注目が集まっています。これはとても不思議で嬉しいニュースです。最初はテレビの中の一つの番組でした。でもそこには何度失敗しても挑む人たちがいて、年齢も職業も関係なく自分の限界に向き合う姿がありました。誰かを倒すのではなく、自分の壁に挑む。その精神が世界のスポーツにつながっていく。あの反り立つ壁の向こうに日本の心があるのかもしれません。5つ目、ミュージックアワードジャパン。日本の音楽を世界へ。最後はミュージックアワードジャパンです。6月13日に開かれるグランドセレモニーでは、藤井風さん、ミセスグリーンアップル、米津玄師さん、サカナクション、花、そして海外からはサム・スミスさんなど、国内外のアーティストが出演予定として発表されています。まさに日本の音楽を世界へ届ける大きな舞台が近づいています。若い人だけの音楽ショーと思うかもしれません。でも本当は音楽には年齢の壁がありません。懐かしい歌に救われる日もあれば、新しい歌に背中を押される日もあります。藤井風さんのように優しさや祈りを感じる音楽。ミセスグリーンアップルのように時代の心を救い取る音楽。そして今を生きる人たちの声が集まる場所。この賞は順位やトロフィーだけではなく、日本の音楽が世界へ届くんだと感じさせてくれるニュースです。歌は国境を越える前にまず人の心を温めます。今日は5つのニュースをほっこり目線で一気に見てきました。大坂なおみさんの前を向く力、YOSHIKIさんの支える音楽、森保監督の信じる眼差し、サスケに込められた諦めない心、そして日本の音楽を世界へ届ける大きな舞台。ニュースは数字や順位だけで見ると少し遠く感じることがあります。でもその奥にある人の思いを見つめると急に身近になります。皆さんは今日の5つの中でどの話に一番ほっこりしましたか？コメントで教えていただけたら嬉しいです。いいねとチャンネル登録、そしてメンバーシップでもぜひこのチャンネルを応援いただけると嬉しいです。この動画が皆さんの心を少しでも温める時間になりますように。サンサンタイムズでした。